こんにちは。お元気ですか？今日は5月の27日の水曜日ですね。もう5月も末ということで、早いものでございます。最近は急に暑くなったりとかしましたけれども、この後ね、また梅雨に入ったりとかするので、また気温が下がったりとかするのかなって思いますね。ここ数日暑かったんでね、体もだるかったりとかしてね。夜寝るときはね、さすがにもうお布団かけるのだと暑いのでね、タオルケットを出してきて、タオルケットをお腹にかけて、手足はね、こう外に出して、こう涼しい感じで寝たりとかしました。もう夏のスタイルですよね。昨日とかもね、ちょっとエアコンとか使ったりとかして、エアコンを使わなくても全然過ごせるくらいのあれではあったんですけども、若干ね、真夏になる前にエアコンをね、運転させておいて、エアコン大丈夫かなみたいなね、そういうのもチェックしたいなと思ったんでね、昨日とかもちょっと夜、エアコンを使ったりとかしてましたね。急に暑くなったり、寒くなったり、体調を壊しやすい時期ではあるのでね、無理せず、最近はずっと無理してないけど、マイペースでやっていきたいなっていうか、やってるなっていう感じですね。なんか今年に入ってからね、結構無理はしてないなとは思ってるんですよね。もう辛いと思ったら結構ちょっと休んだりとか、なんかうわダメだやる気出ねえっていう時は、もういいや今日はみたいにしっかり怠惰を楽しむっていうか、もうふてくされるっていうかね、そういうのはしたりとかしてますね。でもね、そうやってちょっとダラダラしたりとかするのもね、いいんじゃないかなって思いますね。で、ある程度休んで元気になってきて、そしたらまたなんかやりたいなっていうエネルギーが戻ってきたら、その時頑張ればいいのかなっていう感じですね。最近なんかあったかな。特になんもないかな。一昨日あたりまた久々に生理になって、久々にっていうのはね、私も今49歳でね、もうすぐ閉経するんだろうなっていう感じでね、生理の感覚空いてきてんで、久々にまた生理があって2ヶ月以上空いたかな。でもうね、経血とかもね少ないんですよね。だから本当にこう終わりかかってるというかね。だから結構こう間隔も空くし、経血の量も減るし、本当にこう徐々に徐々にっていう感じでね、閉経に向かってるっていう感じはありますね。ガクンってなくなるよりもね、こうやって徐々に来た方が体もね、いきなりこう変わっちゃうよりちょっとずつの方がいろいろ体も対応しやすいと思うのでね、そうやって私ももうすぐ本当に閉経になるんだろうなって思いますね。でやっぱり単純にね、生理がないとね、楽だなっていうのはありますよね。いろいろね、こ体調的に辛いっていうのもあるし、体もだるいから、なんか一つのことをするのにもプラスアルファでこうよっこいしょっていう感覚もつくし、この変に眠いとかもあるし、どうしてもこう集中力が欠けるとかね。いやー、もう本当にもう何十年もこの生理と付き合ってきて、そろそろ私もこの卒業っていう風になるとね、少し感慨深いなっていう気はしますね。うん。まああの私もね、生理が年間16回あるタイプだったんで、つまりね、ちょっと周期が早かったんですよね。この月1というよりもだいたい23日に1回くらいの周期だったんでね。だからやっぱめんどくさかったですよね。今から思えばめんどくさいっていう風に考えないようにしてたんですけど、それ言ったらもう年がら年中生理来るんでやってらんねえわっていう感じで、でも頑張ったなっていう気はしますね。頑張ったなっていうのは
生理を抱えながら女として生きたのを頑張ったなっていう感じですかね。いろいろめんどくさくもあり、体調も悪くなり、それを耐えたりとかしながらこう仕事に行ってとかね、旅行に行く時とかもせっかくの旅行なのに体調が悪いとか、あとはね、こういろいろ温泉とかだったらなるべくだったら生理じゃない日をね、じゃない時に行きたいし、それを言ったらこのいろんなレジャーとか体を動かす時とかもね、やっぱり生理とかだとね、こう本調子がね 100% 出せなかったりとかね、そういうのもあるから、いや結構めんどくせえな女っていうのはね結構あったなっていうふうに思いますね。やっぱり男に生まれてたらよかったんになっていうふうに思ったことは何度かありますね。このただね、男に生まれてたらとまではいかずとも、生理が軽い女に生まれてたら、もしくは軽いとまではいかなくとも生理痛とか生理の辛さが普通レベルに生まれてたらというかなんだろう、30代後半くらいからはね、だいぶ私も軽くなったけどね、やっぱ20代の頃とかね、だいぶ苦しんだので、いや大変だったなっていう感じですね。救急車も2回乗っちゃったしねいやその生理が終わる50歳近く、今49歳ですけど、もう50がもう見えてきたっていうのがね、いやー長い旅路だったなっていう気がしますね。生理に限らずこの人間の人生の中で、50年間こう生き延びた、まだ50年間経ってないけど49年だけど、節目のキリのいい50っていうのを目前にしてね、いやーここまでこう死なずに生きれてよかったなっていうのはありますね。いやサバイブしたぜっていう気持ちはありますね。この病気とかね、事故とかなんかのハプニングでね、こう亡くなっちゃうっていうこともね、十分あり得たはずなのに、何かのタイミングとかも重なって生きてこれたんだなっていうふうには思いますね。それでこれから先もね、長生きできたらいいなとは思うんですけれども、この先はね、もちろんいろいろまだやりたいこと、チャレンジしたいこと、頑張りたいこととかいうのはあるけれども、やっぱりこの2、30代と同じようなペースでというかね、この馬力でというかね、瞬発的な馬力でみたいのはね、やることはないので、そういう意味ではこの体力とか気力とかがある程度落ち着いてきたっていうのは悲しかったり切なかったりとかねする反面、やっぱりねちょっとほっとしたっていうのはありますね。ある程度もうこのがむしゃらで全力投球するシーズンはだんだんと終わってきたんだなって思うと、もうあんなに頑張らなくてもいいんだとかいうねそういうちょっとしたほっとした感はありますね。もちろんね、昔はこの体が若くてこうエネルギーがこうあり余っているというか溢れてくるから、もう自動的に全力でやってしまうとかね、そういうのはあったとは思いますけれども、やっぱりその中で全力でやる大変さみたいなのもあるし、なんかそういうのもあるから、ある意味だんだんねこの気持ち的にもこのエネルギー的にもねこう落ち着いてきた今、こうちょっとこうペースダウンしてもいいし、ペースダウンすることの方がこう効率的というかね、いい状態なんだなというふうにこう思えるというか、それが正解ですっていうようなこの状況になってきたのはやっぱちょっとホッとするなっていうふうに思いますね。だからこの気力とかね、この情熱みたいのはね、ある程度自分でこうフックをかけたり
探したりとかいうのを意識してやっていかないと、どんどんこう気持ちもこの人生もこうなぎになっていってしぼんでいってしまうかもしれないので、ある意味こののんびりしつつ何かこう自分の心をね、ある程度こう浮き立たせてというかね、いい意味でこうやるっていう、そういう感じも必要なのかななんて思ったりとかしましたね。まあなのである程度こう外に出てね、いろんな人に会ってとか、何かこう旅行したりカフェに行ったりとか、一人でもね、ある程度の行動は大事なんだよなっていうふうに思ったりしますね。まあちょっと今ね、確かに私は今お金が心もとなくって、毎日の収入と生活費がちょっとね、生活費が足が出ちゃうとかね、だから貯金を切り崩しながらとかね、そういうレベルだったりとかして、ちょっとこう金銭的な余裕がないっていうのはあるんですけど、ただね、この先どんどんこう体も衰えていくっていうのを考えたら、こう動こうと思えば動ける今、あと興味とかね、そういうなんていうか好奇心とかそういう気持ちもちょっとずつ出にくくというかなぎになっていくっていうのを考えたらね、お金はないが、なんていうんだろう、健康とか体力とかその気持ちのなんか熱量みたいなのがまあまだある今に、なんていうか健康貯金っていうのがある今の段階でなんかやっとくことはやっとかなきゃなんかななんて思ったりはするけど、ちょっと今やっぱり引きこもりたい時期なので引きこもってんなっていう感じですね。まあ気が向いたらまたちょっと外に出てコーヒー豆買ったりとかはしに行きたいかなとは思ってますね。あとはカフェに行ってお茶するくらいはね、近所のね、歩いて行ける近所のカフェとかはね、まあ去年とかね、定期的に月1で行こうっていう風に決めてたんですけど、なんかね、お気に入りのカフェが行くたびに体調悪くなるっていうのが2回続いてから、なんかね、なんか行くのが嫌になっちゃったんですよね。嫌になっちゃったっていうと言い過ぎなんですけど、そうそう、なんかなんかね、それで行かなくなっちゃって、まあ、たまたまね、そこの店員さんが風邪ひいてて風邪がうつっちゃったとかね、私もちょっと仕事を根詰めてて、もしかしたら免疫下がってて、そこにちょうどこう咳しまくってる店員さんがいてとかね、そういうのも重なっちゃったとかね、そういうのはあるんでしょうけど、もちろんね、毎回そこで店員さんが風邪ひいてるわけじゃないので、そこまで気にする必要はないと思うんですけど、なんかね、なんとなくこう行く気が失せて、どうしようかなって思ったりとかしてますね。まあちょっとラーメンどっかに食いに行くとかね、それくらいでもいいとは思うんですけど、まあどっかお出かけするほどちょっとなんかね、こう行きたいっていう気持ちは湧かないけど、ちょっと気分転換にすごいこう徒歩で行けるすごい近いところでまあラーメンとかね、まあ適当になんかご飯食ってたまには帰ってくるね、月に1回ぐらいはそうやってお出かけするっていうのはちょっとした方がいいんだろうなっていうふうに思ったりしつつ、ついついめんどくさくて出かけてないっていう感じですね。あ、それで言ったらまあお店でご飯食うってほどじゃないんですけど、ちょっと私ね、セブンティーンアイスが食べたいなって思ったんですよ。この前本屋さんに本買いに行った時に、その本屋の横にセブンティーンアイスがあったんですよね。だからちょっとセブンティーンアイス食べたいなって思ったんだけど、そこに特に座るベンチとかね、そうやってちょっと休憩するようなところが近くに全くなかったんで、今ここで買ったらこの自販機の前で立ってアイス食べるか、
もしくはこの歩きながらこう帰りがけにアイス食いながらこう歩いて帰るっていう感じになるけど、なんかそれだといまいちアイスに集中できないというかね、せっかく食べるんだからこうアイスに集中してこうアイスを食べるっていうレジャーを楽しみたいなみたいなねのがあって、だからこのもうちょっと家の近くにあったらパッと買ってパッと家に帰ってきて冷凍庫にちょっと入れて、で後でゆっくりお家で食べるっていうこともできるなと思ったんですね。でちょっとねそこの自販機までね歩いてね15分以上20分未満くらいかなくらいかかるので、ちょっとアイス買って帰るのだとなんかね微妙に溶けるのが嫌だなって思ったんですよね。まあ15分くらい大丈夫って言えば大丈夫なんですけど、私結構そういうの気になるタイプなんですよね。なので極力こう一回も溶けてほしくない状態で自分家の冷凍庫に入れたいんですよね。だからちょっとネットでググって家の近所に他にセブンティーンアイスないかなって思ったんですけど、やっぱりそこがね一番近くて、だから徒歩15分ちょっとぐらいかかっちゃうんですよね。そうだからねセブンティーンアイスをなんだったらちょっと食べに行っていやでもそこに立って食べるのなんか落ち着かないし嫌だな。セブンティーンアイスの抹茶が食べてみたいんですよね。セブンティーンアイスの自販機が徒歩3分くらいのところにあったらいいのになーって思ったけど、どうしても食べたいんだったらやっぱり現地で立って食べる、もしくはこうゆっくり歩きながらね帰りがけ食べるっていう感じかなっていうふうに思いましたということで最近はそんなことを思いましたっていう感じですめっちゃ内容がない内容なんですけど、ということでそれではまた。